暑いね。曇って入るけど湿度が高くてちょっとれんなり。この海を見れば少し元気出るんだけどね。海上自衛隊呉教育隊。厳しい訓練ということもあり、いい思い出も悪い思い出もある人もいるはず。イーラーに到着。点検終わり。特に問題なく無事完了。最近のマツダはグッズ販売もあって可愛いものもあるのだ。危なく買うところだったぜ。気になる人はオンラインでも購入できるのでチェックしてみてね。カメラの不具合でタコメーターが。古いカメラなのでバッテリーに問題かな。新しいの買おうかなと思いつつまだ使えるしと思って未だに買ってないのである。ちょっと駐車場でカメラの再設定していく。復活。これなら大丈夫。ただの充電切れでした。呉市の中心街まで出てきたのでこのままビーチまで遊びに行ってみる。瀬戸内海に住んでいると気分転換ですぐに海に行けるのだ。給油も点検もよし、期間は絶好調。ベイサイドビーチ坂。広島でも数少ないおしゃれに滞在できるタイプの海で、最近はハワイアンカフェやモンベルのショップまで出店されて広い駐車場もあって人が絶えないのだ。とは言っても梅雨の平日の昼間だと人少ないね。実は瀬戸内海だと海開きという文化は薄い。湘南などのように音楽を流すおしゃれな海の家が何軒も立ち並ぶような商業的なビーチが少なく、自治体や公社が管理する静かな公園型のビーチが主流。また瀬戸内海は荒れることが少ないので夏以外でも海は身近な存在なのだ。このチャンネルでも海が出てくることが多い理由にもなっている。こうやって梅雨でも海に来て一服する瀬戸内海に住む人間の特権なのである。この動画が上がる日には人がにぎわうビーチになっているはず。7月から8月は釣りもペットも禁止なので気をつけてね。よし、帰ろう。最近は美食系ロードスターチャンネルを自称する当チャンネル。本日使うのは鶏の胸肉で世界一美味しい胸肉料理を作る。ダイエッターやトレーニーに人気の高タンパク低脂質のお肉だけど、火の通し方を間違えるとパサパサで硬くなるので人気ない部位。まずは耐熱容器を準備。その中に水気を切った胸肉を入れる。次に味付け。今回はシンプルに塩コショウのみ。アメリカンな BBQ シーズニングでも OK。 塩コショウだと後で和風でもアメリカンでもイタリアンな感じにもできるのでおすすめ。付け合わせも作っていこう。冷凍ブロッコリー。鉄板の上にドババーン。ちょっとオリーブオイル。全体的になじませて。オーブンは200度。胸肉とブロッコリーをイン。胸肉の厚さで時間が変わるので注意。今回の場合は25分ぐらいかな。
ブロッコリーもいい感じ。カットするとピンク色、肉が酸素と結びついてこの色になるのだ。中心部の温度を75度で1分以上は守ってね。茹でると消しゴムのような食感になる胸肉だけど、熱の伝わり方が穏やかなオーブンだと肉汁が外に逃げ出さずしっとりうまい。塩コショウに飽きたらポン酢や梅しそ、ハニーマスタード、ジェノベーゼソースもあり、家にある調味料で試してみてね。今回の動画は楽しんでもらえたかな？ YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら、下の概要欄からカー用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なのでこれからも応援よろしくお願いします。